皆さん、こんにちは。ジャパニーズインジャパンです。この動画では、私が思う日本の良いところを10個紹介します。現在、日本語を学んでいる方や、日本について学んでいる方には、大変役立つ動画なので、ぜひご覧ください。一つ目は、食事が健康的で美味しいという点です。日本食の基本は一汁三菜です。一汁三菜とは、ご飯と味噌汁の他に3つのおかずを組み合わせた食事のことです。1回の食事でバランスよく栄養をとることができます。また、日本には味噌や醤油、納豆、漬物など数多くの発酵食品があります。これらは腸内の環境を整えたり、免疫力を高める作用があると言われています。このようなことから、日本は世界で寿命が長い国の一つでもあるのです。また、日本食には昆布や鰹節を煮込むことで作られる出汁を使って料理をすることが多いです。出汁には旨味が含まれており、食材の美味しさを引き出します。日本は世界でも安全な国の一つと言われています。東京や大阪のような大きな都市でもポケットから財布を盗まれたり、置いているものを盗まれることはほとんどありません。そのため、小さな子供がいる家族でも安心して旅行をすることができると思います。日本の安全さを表すエピソードをいくつか紹介します。日本では電車や道でお酒を飲んで酔っ払った人が寝ているのをよく見かけます。夜に外で寝ていても襲われたり、財布を盗まれたりすることはほとんどないので、このような光景を見かけるのだと思います。また、女性や学生が深夜であっても一人で道を歩くことができます。日本では深夜に女性が電車に乗って家まで歩いて帰ることは珍しくありません。そして海外の方がよく
驚くことといえば、小学生が子供だけで歩いて学校に登校することです。アメリカなどの他の国では、親が子供たちを車で学校に連れて行くか、スクールバスに乗って学校に行くことが一般的だと聞きました。日本にはそのような習慣はほとんどなく、小学生だけで歩いて学校に行きます。日本では他の人に対して親切な行動をとる人が多いです。有名な話は、財布や携帯電話などの貴重品を落としてしまったときに、自分のもとに戻ってくることです。私は2年前に財布を駅で落としてしまいました。財布はもう戻ってこないと思っていましたが、駅に電話をしたところ、誰かが私の財布を駅に届けてくれていました。お金やクレジットカード、免許証などがすべて入った状態で戻ってきました。改めて日本に住んでいてよかったと感じました。また、カフェやレストランでパソコンや財布をテーブルに置いたままトイレに行っても取られることはめったにありません。海外の方にとても驚かれたのが、田舎にある無人の販売所です。無人とは人がいないという意味です。棚に野菜や果物が並べられており、近くに置いてある料金箱にお金を入れて買うことができます。人がいないため、お金を払わずに野菜や果物を持っていくこともできてしまいますが、日本人はきちんとお金を料金箱の中に入れます。このように日本人は人に対して正直かつ優しく接してくれる人が多いです。多くのサービスが時間通りであることも日本の良い点です。例えば、電車は大きなトラブルがない限り、時間通りに到着します。1分でも遅れたら、駅員さんが電車が遅れ、ご迷惑をおかけしましたと謝ります。5分以上遅れたら遅延証明書が発行されることも
あります。この証明書を会社に渡すことで、遅れた責任が自分にないことを伝えることができます。また、宅急便で時間を指定して頼むと、指定した時間に届けてくれます。お互いが時間を守ることで気持ちよく過ごすことができます。以前に季節の動画でもお話ししましたが、日本では一年に春、夏、秋、冬の4つの季節があります。そのため、同じ場所に住んでいても、異なる景色や旬の食べ物を楽しむことができます。春には桜の景色を楽しむことができますし、夏は暑いので海で泳いだり、夜に外で花火をすることができます。秋には夏に緑色だった葉っぱが黄色やオレンジ色に変わる紅葉を見ることができます。また、冬は寒いですが、街がカラフルなライトで照らされたイルミネーションを楽しんだり、雪が降ると雪だるまを作ることもできます。季節ごとに旬の食べ物を楽しむこともできます。春は玉ねぎやキャベツなどがとても甘くなりおいしいです。夏になるとトマトやレタス、キュウリなどの夏野菜が食べ頃になります。夏野菜と呼ばれるこれらの野菜は水分の量が多くさっぱりしているので暑い夏でも食べやすいです。秋は食欲の秋と言われ、多くの食べ物が旬を迎えます。柿やぶどうなどの果物、きのこやさつまいもなどの野菜が人気です。寒い冬には鍋に使われる白菜や大根、カニなどがよく収穫されます。日本の街にはゴミが落ちていないため、清潔で嫌な匂いもしないと言われています。道でタバコを吸っている人も今は少なくなっているので、タバコ臭さもありません。日本では学校のスケジュールの中に掃除の時間があり、それぞれの生徒が決められた場所を掃除する習慣があります。
また、学校の遠足では、ゴミ袋を持ってくるように言われており、自分で出したゴミは自分で持ち帰るように教えられます。最近ではカタールでサッカーのワールドカップが開催された時に、日本人はゴミを椅子の周りに捨てず、ゴミはゴミ箱に捨てたり、自分たちで持ち帰る姿が話題になりました。このように日本は道や公共の場所にゴミを捨てない文化があるため、きれいな街を保てているのだと思います。日本ではレストランやコンビニでも高いサービスを受けることができます。日本にはお客様は神様という言葉があり、仕事に真剣に取り組み、丁寧な対応をすることにより、お客さんに満足してもらうことが大切と考えられています。例えば、服や靴を買うと、店員さんが出口まで買い物袋を持ってくれることも多いです。買った商品に問題があった時も、お店に電話をすると、丁寧にサポートをしてくれます。このような質の高いサービスが生まれるのは、日本人が個人ではなく集団を大切にする文化も関係していると思います。個人が自分のしたいことやその時の気持ちで自由に振る舞うのではなく、会社に教えられたマニュアルや日本の常識に従って行動します。日本にはコンビニエンスストア、省略してコンビニが非常にたくさんあります。駅や公園の近くにはどこにでもコンビニがあり、全国で5万ほどのお店があるそうです。セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどの会社が有名です。コンビニではご飯やお菓子、飲み物だけでなく、薬や本なども買うことができます。また、銀行の ATM やコピー機もあり、お金を下ろしたいときや、紙を印刷したいときにも便利です。さらに、コンビニは24時間365日営業しています。そのため、帰る時間が遅くなったり、急に買い物が必要になった時に
とても助かります。また、自動販売機も生活を便利にしてくれます。自動販売機では、主にジュース、お水、お茶などの飲み物を売っています。飲み物は温かいもの、冷たいものを選ぶことができます。夏の暑い時にはソーダなどの炭酸飲料を、冬の寒い時にはホットコーヒーなどをすぐに飲むことができます。値段はスーパーと比べると少し高いですが、その場ですぐに買うことができるので、とても助かっています。最近ではパンやラーメン、お菓子などの食べ物を売っている自動販売機を見ることがあります。無料でトイレを使えることも日本の良いところです。海外のショッピングモールに行くと、トイレを使うのにお金を払ったり、トイレに紙がなかったりと不便に感じることがありました。一方で、日本では公園やコンビニなどのトイレを誰でも使うことができます。コンビニのトイレを使うときは、何か商品を買うのがマナーですが、常に近くにトイレを使える環境があるのは安心です。また、トイレにウォシュレットがあるのも日本の良い点です。ウォシュレットとは、トイレをした後にお尻を洗ってくれる機能です。水で洗ってくれるため、紙で拭くより清潔です。また、紙で何度も汚れを拭く必要がないため、皮膚を傷つけることもありません。海外に長く住む予定がある人は、携帯式のウォシュレットを持っていく人もいます。海外の人には馴染みがないかもしれませんが、機会があったら使ってみるのも良いかもしれません。私は日本のお風呂に入る文化が好きです。海外では浴室に浴槽がなく、シャワーで体を洗うだけの国も多いと思います。一方で、日本では浴槽にお湯を入れて毎日お風呂に入る人が多いです。お湯に浸かると体がきれいに洗えるだけでなく、体の温度が上がるため、体の疲れを取り除くことができます。私は普段パソコンを使って仕事をしているので、腰や肩が
よく痛くなりますが、お風呂に入ると痛みが和らぎます。また、お風呂は気分転換にもとても良いです。お風呂で一日のことを振り返ったり、頭を空っぽにしたりします。お風呂に入る時間がストレス解消になっています。日本人はお風呂に入るのが好きなので、銭湯と呼ばれる公共のお風呂場や旅館には温泉があります。旅館にある温泉には露天風呂がついていることが多いです。露天風呂とは外にあるお風呂のことです。外のきれいな景色を楽しみながらお風呂に入ることができるのでおすすめです。今回の動画では私が思う日本の良いところを紹介しました。皆さんが思う日本の良いところはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。皆さんのコメント、高評価、チャンネル登録がとても励みになるので、ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。